この世には、まだあまり知られていない、世にも奇妙なソニックが存在する。ソニックの歴史は長く、その始まりは1991年。今から30年以上も前です。何この雰囲気。そしてその長い歴史の中、ソニックの見た目は徐々に変化していきました。作品によっても微妙に異なりますが、大きくはシリーズ初期に活躍したクラシックソニック。そしてその後登場した、モダンソニックの2つに分類されます。ですがこの世には、そのどちらにも属さない、あまりに奇妙な姿をしたソニックが存在するのです。怖い怖い。今回は、そんな世にも奇妙なソニックを、皆さんにご紹介しましょう。それでは行ってみよう。世の中には、星の数ほど膨大な漫画、アニメ、そしてゲームが存在します。ですが、その中でヒットするのはほんの一握り。そして、そうしたヒット作の中でも、さらに一握りの作品に与えられる大きなチャンス。それが、実写化。実写化は、新たなファンを大量に獲得できる、大きなチャンスです。ですが一方で、もともと二次元だったものを、原作の雰囲気、世界観を保ったまま実写化するのは至難の業。実写化はうまくいけばとてつもないメリットがあるけど、一歩間違えば大炎上するイメージがあるぜ。諸刃の剣って感じだな。実写化の結末は、大成功か大爆死。そんな声も聞かれますね。そんな中、2014年、ソニックシリーズの実写化が発表されました。セガを代表するキャラクターであり、欧米を中心に大人気だったソニックの実写化に、世間は大いに盛り上がります。そして結果的には、ソニックの実写映画、ソニック・ザ・ムービーは大成功。シリーズ化も果たし、これまで3本の作品が公開されました。しかもシリーズを重ねるごとに、どんどん業績が上がってるんだよな。これだけ見ると、ソニックの実写化は、文句なしの大成功に見えます。ところがその制作過程では、このソニックも実写化の荒波に飲まれ、大変なことになっていたのです。そしてその中で、後に伝説の存在となる、世にも奇妙なソニックが生まれていました。2018年、ソニックの実写映画、ソニック・ザ・ムービーのキービジュアルが公開されます。実写化の発表から、4年の歳月を経て公開されたイラスト。世界中のソニックファンが、期待に胸を膨らませて見に行きました。ところがその姿を見て、ファンの期待は、一気に不安へと変わるのです。そのイラストが、こちら。まだシルエットなんだな。ってあれ、なんか違和感あるな。違和感の原因は、ここじゃないでしょうか。ふくらはぎの筋肉えぐい。あと頭身も少し高くなっていて、キャラクター感が薄れていますね。この、やたら筋肉質な足、そして人間に近いスタイルを見たファンたちは、これ大丈夫と大きな不安に駆られます。まあまだシルエットだから、実物見たら意外と大丈夫かも。いやこれあかーん。その後公開されたこちらのイラストで、ファンたちの不安は確かなものとなりました。足が人間すぎる。これは絶対にやばい。実写化を楽しみにしていたファンたちは、たちまち大パニックに陥ります。そしてついに、この実写版ソニックの顔が公開されることに。世界中のソニックファンが、とどめを刺されました。なんでこんなことになってしまったの？目小さいよ。手袋じゃなくて手が白いし、歯並び綺麗すぎるだろう。歯磨き粉の CM できそう。言うてる場合か。ちなみにこのようなデザインになった理由は、ソニックを現実世界に適合させようとした結果だそうです。わかる、やりたかったことはすごくわかるんだが、これはさすがにやりすぎだ。実写化の結末は、大成功か大爆死。これは、絶対大爆死の方だ。世界中のソニックファンが、絶望の淵に立たされました。ところが、その時奇跡が起こります。なんと、このソニックの実写映画の監督が、キャラクターデザインの変更を決めたのです。監督ソニックは主人公なので、映画のほぼ全編にわたり登場しています。それを全て作り直すのはとてつもない労力のはずですが、世間のリアクションを受けて、デザイン変更に踏み切ったんですね。そして、新たに作られたソニックのビジュアルがこちら。やったー、ソニックだー。目の大きさや体格、手袋や靴のデザインが、かなり原作に近くなりましたね。この生まれ変わったソニックに、世界中のソニックファンが大歓喜。SNS でも、制作陣への感謝や喜びのコメントが溢れていました。そしてついに、2020年、この新たなソニックが大活躍する、ソニック・ザ・ムービーが公開されるのです。いやー、一時はどうなることかと思ったぜ。
この新しくなったソニックのビジュアルは、多くの人に受け入れられました。特に北米での人気は凄まじく、ビデオゲームが原作の映画の中で、歴代1位の興行収入になったそうです。めちゃくちゃヒットした。爆死の危機から大楽天だぜ。ですが、このソニック・ザ・ムービー大ヒットの裏で、表舞台から姿を消したキャラクターが一人。元の実写ソニックくん。世界中から大バッシングを受け、降板させられた元のソニック。彼はそのまま、歴史の闇に葬り去られることとなった。かと、思われたのですが、なんとこのソニックは、2022年、チップとデールの大作戦、レスキューレンジャーズというディズニー映画に出演するのです。どうしてそうなった？このチップとデールの大作戦は、テレビや映画業界が舞台のお話で、主人公のチップとデールも俳優という設定です。その中でこのソニックは、外見で炎上してソニック役を降板させられた俳優、という設定で、ゲスト出演してるんですね。設定というかそのままじゃないか。作中では自身の知名度を生かして、サイン入り写真を売りさばいています。したたか。また今作の中で、このソニックは自身をアグリーソニック、醜いソニックと名乗りました。それ以来、この元の実写版ソニックは、現実の世界でもアグリーソニックと呼ばれるようになります。さらにこのアグリーソニック、元のデザインよりキモさが増しており、顔を近づけてくるシーンはトラウマものです。怖い怖い。またそれ以降も、このアグリーソニックはちょくちょく SNS などで話題になっています。例えば、2025年2月、大人気映画シリーズのシュレックが、最新作の予告映像を公開しました。しかし、シュレックのデザインが変更されており、SNS などで、前のデザインに戻してくれという投稿が相次ぎます。そんな中、ソニックの公式 TikTok が、こんな動画を投稿しました。実写版ソニックの新旧デザインをバックに、緑の大へのアドバイスという文字が添えられています。デザイン変えた方がいいんじゃないってことか。もはや公式もネタにしてるな。このように、公式からもいじられまくっているアグリーソニックですが、そのおかげもあってか、今ソニックファンの間でめちゃくちゃ人気者になっています。もしかしたら、今後ゲームに出てくることもあるかも。それはさすがに笑う。でも、アグリーソニック動かせたら超楽しい気もするぜ。はじめは大炎上したにもかかわらず、その後ディズニー作品への出演を決め、今ではみんなの人気者になったアグリーソニック。その見た目に加え、辿った運命もあまりに奇妙だった、不思議なソニックです。次は、少し昔のお話になります。毎回こんな感じで始めるのね。1991年に発売されたソニックは、当時としては規格外のスピードで、ゲーム業界に大きな衝撃を残しました。特にアメリカでは驚異的な人気を発し、マリオを凌ぐほどの大ヒットを記録。ソニックは一躍、大人気キャラクターの仲間入りを果たしたのです。その後、ソニック2、ソニック CD、ソニック3と立て続けに続編が発売され、ソニックはその人気を不動のものにしていきます。パレードに巨大なバルーンが出てきたり、マイケル・ジャクソンと共演もしたんだよな。ほんととんでもないハリネズミだぜ。このように、ゲームのみならず現実世界でも大活躍していたソニックですが、実はこの頃もう一人、別のソニックも活躍していたのをご存知でしょうか。それが、このソニックです。うわ、なんだこのソニック。なんか違う。大体はいつものソニックと同じですが、若干違和感がありますよね。トゲかな。トゲの形がだいぶ違う気がする。なんかトサカみたい。このソニックは、一体何者なのでしょうか。彼の正体は、当時アメリカで放映していた、アニメのソニックです。初代ソニックの発売から2年後の、1993年、アメリカでソニックのアニメシリーズがスタートしました。その名も、アドベンチャーズ・オブ・ソニック・ザ・ヘッジホップ。そして、ソニック・ザ・ヘッジホップというアニメです。二つ？なんとほぼ同じタイミングで、日本のソニックアニメが放映されることになりました。すごい。本当に大人気だったんだな。そしてこれらのアニメで登場したのが、こちらのトサカソニックです。もうトサカソニックになっちゃったよ。でもソニックのデザイン変えちゃって、ファンは大丈夫だったのか。それが、意外と大丈夫だったようです。よかった。おおらかなファンが多かったのかな。このデザインが受け入れられた理由は、アメリカでのゲームパッケージを見ればわかります。実はソニックのゲームパッケージは、国によってデザインが違うのです。そして、初期ソニックのアメリカ版パッケージがこんな感じ。ほんとだ、だいぶ違うんだな。ってあれ、トサカソニックだ。アメリカでは、ゲームのパッケージがトサカソニックになっていたのです。むしろこのゲームパッケージを参考にして、アニメのソニックが描かれていたんですね。
アメリカの人たちにとっては、別にデザイン変更でも何でもなかったってことか。そういうことです。ちなみにこのトサカソニックをデザインした人は、なんとディズニーやワーナーブラザーズでも働いていたすごい人なんだそう。マジか。デビューから超高待遇。またこのアニメには、ソニックの他にテイルスやエッグマンが登場しますが、彼らのデザインも若干違います。まずテイルスは、こんな感じ。テイルスだいぶ違うな。なんかキツネ感が増してる気がする。そして、エッグマンはこんな感じです。こんは、いつものコミカル卵どこ行った？こっちのエッグマンは、だいぶ悪役っぽくなってますね。白目が黒いのおかしいだろ。これらのアニメは日本未放映なので、日本人で彼らを知ってる人はかなり少ないでしょう。ですが最近のソニックは、過去の色々なデザインをスキンとして配信することが多いです。もしかしたら今後発売されるゲームで、彼らに会うこともあるかもしれませんね。トサカソニックが、アニメで大活躍していたちょうどその頃、ゲームの世界でもまた、新たなソニックが生まれようとしていました。1993年、セガはソニックの新作ゲーム、ソニック・ザ・ヘッジホッグ CD を発売します。このゲームは、当時カセットタイプのソフトが主流だった中、CD-ROM で作られた作品でした。CD-ROM でゲームを作ると、カセットタイプよりも大きなデータを扱えるようになります。そのためこのソニック CD は、オープニングとエンディングにアニメーションが追加されるなど、非常に豪華な作りになっていました。加えて開発スタッフたちは、ゲームに隠し要素も組み込みます。このゲームは、タイトル画面で決められたボタンを押すことで、サウンドテストというモードが起動するようになっていました。サウンドテストという名前の通り、ここではゲーム中に流れる、いろんな曲を聴くことができます。ですがここで、この FM、PCM、DA を特定の数字に合わせると、なんと隠しイラストが見れるようになっていたのです。例えば、非常に可愛いソニックのイラストや、可愛い。目がキュルンキュルンだぜ。DJ ソニック、エッグマンもノリノリ。こんなイラストなんかもありました。いやどういう世界観。でも、こういう隠し要素って楽しいよな。当時の子供たちも、ワクワクしながらいろんな数字を試してみたことでしょう。ところが、FM46、PCM12、DA25 と入力した際、世にも奇妙なソニックが姿を現して、子供たちを震え上がらせました。そのソニックが、こちら。なんだこいつ。輪郭はソニックですが、顔が人間みたいになっており、色も薄暗くて不気味です。しかも実際のゲーム映像では、こいつが画面をびっしり埋め尽くしていたんですね。いや怖い怖い。さらにアメリカ版では、この時流れる BGM もすごく不気味になっていました。そのため、特にアメリカでは、このソニックを見て大勢の人が恐怖したそうです。子供の頃にこんなの見たら泣くかも。ちなみにこのソニックは、ソニック CD の開発スタッフが書いたものです。右下の魔人というのが、そのスタッフのハンドルネームなんですが、当時はそんなこと誰も知らなかったため、いつしかこのソニック自身が魔人ソニックと呼ばれるようになりました。魔人って名前も、また不気味さを助長してるよな。なおその後、この魔人さんが SNS で、このソニックの本当の名前を明らかにしました。その名も、楽しさ無限大ソニック。いや全然似合わねえ。画面真ん中の、楽しさ無限大、セガエンタープライですから名前を取ったようですね。ちなみにこれは、当時セガが CM などで使っていたキャッチコピーだそうです。ですが、もはやファンの間では魔人ソニックで定着しているため、今でも結局、魔人ソニックと呼ばれることが多いですね。魔人ソニックの方が、見た目とも合ってるしな。またこの魔人ソニック、最近ではソニック公式 SNS にも登場するなど、公式もおもちゃにし始めています。そのため今後も、どこかで目にする機会があるかもしれないですね。怖い、こっち来んな。ネットが発達した現代は、誰でも気軽に、好きなゲームやアニメのイラストを公開することができます。いわゆる、二次創作というやつですね。最後に紹介するのは、そんな二次創作から生まれたソニックです。彼は二次創作であるにもかかわらず、なんと、公式のゲームや映画にも登場してしまいました。2010年、とあるソニックファンが、パソコンでソニックを描く動画をアップします。使用ソフトは、マイクロソフトのペイント。制作時間、約2分。そして出来上がったソニックが、こちらです。ソニックです。いやさすがに無理あるだろ。覆面被ってるじゃん。さすがに、ソニックで押し通すには無理がありますか。それでは、この動画のタイトルを見てみましょう。ハウツードロー。サニック？ソニックじゃなく？そうなんです。この動画は、半分ギャグで作られたものなんですね。
そしてこのタイトルから、このキャラは、サニックと呼ばれるようになります。誤字脱字混じりのタイトルと、気の抜けたソニックのイラスト。この緩い雰囲気が大いに受け、サニックは二次創作界隈で、大きな話題となりました。確かに、慣れてきたらちょっと可愛く見えてきたかも。その後もサニックは、じわじわと知名度を広げていき、ついに2017年。なんと、ソニックの公式 YouTube チャンネルから、サニックの動画が公開されるのです。動画の内容は、現実のセガのオフィスを、3D のサニックが駆け回るというもの。わずか1分弱の動画でしたが、公式がサニックを取り上げたことに、ソニック界隈は大いに盛り上がりました。セガのこういう遊び心好き。ちなみに、タイトルが無茶苦茶になってるところも、ちゃんと再現されています。最高。多分、アドベンチャーと書きたかったんでしょうね。もはや読めなくて草。また、その後発売したソニックフォースというゲームでは、なんとキャラクターに着せる服の中に、サニック柄の T シャツが登場。ついに、ソニックのメインコンテンツである、ゲームにも登場してしまいました。大出世にも程がある。元はペイントで、2分で描かれたキャラなのに。さらにそれ以降も、サニックの快進撃は続きます。翌2018年のバレンタイン。ソニックの公式 X から、バレンタインカードが配布されました。ラインナップは3種類で、1つはソニック。もう1つはエミー。そして最後の1つは、サニックです。マジかよ、テイルスたちを差し置いて。しかもまた文字がむちゃくちゃ。他にも、同じく2018年の4月には、期間限定でサニックのグッズが発売。さらに、なんと2020年には、映画ソニック・ザ・ムービーへの出演まで果たしてしまいました。その出演シーンがこちら。ソニックを捕まえようとしている老人が、ソニックの似顔絵を描くシーンなのですが、描かれたのが明らかにサニックです。ついにハリウッドデビューしやがった。パッと見ただの下手くそな絵ですが、実はこんな裏話があったんですね。もう一度映画見返したくなるな。ゲームや映画に紛れ込み、シュールな雰囲気を醸し出していた奇妙なソニック。その正体は、一ファンが2分で描いた落書きでした。まさか、自分の落書きがハリウッドに行くなんて、思ってもみなかったことでしょう。ソニックはたまにファンの作品を逆輸入するから、また似たようなことも起こるかもしれないな。間違いないですね。次に奇妙なソニックを生み出してしまうのは、あなたかもしれません。以上、世にも奇妙なソニックの紹介でした。動画が気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録をぜひお願いします。たくさんのコメントも待ってるぜ。それでは、次の動画でお会いしましょう。